はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。家で串揚げしたい。でも家だとなかなか準備とか難しい。そんな時ありますよね。安心してください。そんな串揚げやるまでのハードルが下がる商品ご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの串揚げ鍋をご紹介します。この前串カツ田中行きましたが、また無償に串揚げが食べたくて、プライベートでも串揚げしたくて買っちゃいました。定期的に串揚げって食べたくなるんですよね。ネットで3780円、送料込みだったので、比較的お手頃ですね。これで家で串揚げパーティーできるならいい買い物です。それでは箱から出してみましょう。説明書、蓋、引っ掛けておくやつ、本体、コードです。以上が入っていたものです。袋から出すとこんな感じです。なんかちょうどいい大きさですね。串カツの発祥とかは不明ですが、全国に串に刺して揚げる料理は存在するようです。名物とかで有名なのは大阪ですよね。自分も通天閣の付近に串カツを食べに行った覚えがあります。コードは取り外し可能で、接続部分はマグネットになっています。こういった商品は少しコードが短いですよね。こういった商品にしては若干長いですかね。あと20センチくらい長いと取り回しも楽にできそうです。温度調整ができるのはありがたいですね。温度調整できる代わりに電源のスイッチがありません。こういった値段が比較的お手頃な商品は、何かを得るために何かを捨てる覚悟が必要ですね。コンセント挿したらオン、抜いたらオフなので分かりやすいかもしれません。鍋の直径は内側部分で16センチくらいあります。1人2人くらいでやるならちょうど良さそうです。深さは 8.5 センチから9センチくらいありますね。油を入れていい線が決まっています。そして調理する前にこの商品の一番の欠点を見つけてしまいました。この内側の鍋が取れないですね。ということは水洗いが難しいので拭き掃除になりそうです。後のことは考えずに早速串揚げの準備をしましょう。どんどん材料に串を刺していきます。豚肉とエビは軽く塩コショウを振っておきます。次に野菜をカットして串に刺します。今回はエリンギ、レンコン、アスパラガスを刺します。あと冷蔵庫にあったウインナーも刺しましょう。あとは箱に書いてある規定の分量の小麦粉、卵、パン粉を用意して、それぞれに衣をつけて下準備は完了です。ここにあと紅生姜があれば自分のスタメンは完成です。せっかくなのでソースも作りましょう。水、ウスターソース、とんかつソース、ケチャップ、醤油、砂糖を加えて温めます。あとは容器に移して完成です。鍋に油を注いで早速揚げしていきましょう。温度調整を強にして8分待てばちょうどいいそうです。いただきます。今日はブリュードッグのバガボンドです。バガボンドって漫画しか頭に思い浮かびませんが、あれが元ネタではなく、しっかりバガボンドって言葉があるんですね。一定のところにとどまるのを好まず、点々と渡り歩くもの、放浪者。このバガボンドはグルテンフリーのペールエールです。オレンジのような柑橘系の香りや甘い果実のような豊かな香りを感じます。グルテンフリーですが、何か物足りなさがあるわけではなく、しっかりと苦味もあり、全体のバランスもいいです。それでは油も温まったので串揚げスタートです。これは音のソノリティです。世界でたった一つの音、今週の音、串揚げを揚げる美味しそうな音。これ注意点として、油の入る量がそこまで多くないので、具材は本当に小さめで5センチくらいに収めた方がベストですね。あまり大きいと油で上がりきらないかもしれません。しっかり上がってますね。まずはエビからです。ソースにドボンでジャブジャブ、二度漬け禁止です。やっぱり揚げたては特にカリッとしていてジューシーです。衣とソースの相性抜群。口コミとか見ると温度が低いとか書かれたりもしていましたが、思ったよりもしっかりと上がってますね。一気に5本も6本も入れると温度が下がってなかなか元の温度になるまで時間がかかりそうです。冷蔵庫から出したてとか冷凍の串揚げは向かないかもしれません。少し室温とかに近いとしっかりと上がりそうです。思ったよりも油跳ねも少ないので、油の量を守れば机の上の被害も少なそうです。ソースをつける行為って大事な気がしますね。徐々に肉とか野菜の旨味も溶け出すというか、ソースの角が取れる気がします。この前串カツ田中でソースにつけられなくて少し残念でした。そういえば串カツ田中でソースを買ってたので使ってみましょう。改めて使ってみると思ったよりサラサラですね。
魚介の出汁の味がします。気軽にお店の味を楽しめるのもいいですね。至福の時も一瞬です。残りはこのレンコンと豚肉だけです。このレンコンのシャキシャキ感、串揚げ食べに行ったらリピートで何本も食べちゃいます。そしてこの豚肉の安定感。結局食べたらうまいんですよ。分かりきってるからついつい他の串に浮気しちゃいます。だけど最終的に戻ってきちゃいますよね。4、5人とかの家族で使うには少し小さいかもしれませんが、2、3人くらいでゆっくり使うなら全然値段や装備を考えてもありですね。あとはこの後の片付けだけです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。串揚げ鍋いかがでしたか？鍋が外れないのは最後の片付けの作業が少し大変ですね。あと500円高くても鍋が外れて洗えたら自分はそっちがいいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。